皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年4月23日火曜日です。1週間前の4月16日の日に5回目の抗がん剤治療を受けてちょうど1週間になります。今回の動画ではこの1週間で私に起きた副作用の内容と、継続している副作用の内容、これをお話ししたいと思います。そして、以前ですね、副作用中のトレーニングも試してみてからお話しするということを申しましたけれども、今回はそれは、来週の4月30日の日に血液検査がありますので、その時の内容と一緒にお伝えしようと思っています。サムネイルでお示ししたように、今回はですね、昨日起きた、緊急の出来事について、お話ししてみたいと思います。こんな形で、お話をしますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。まずですね、この1週間に起こった私の副作用に関してですけれども、前回同様ものすごく痛かったです。全身を、剣山で刺される、霧で刺されるような痛みが本当に襲ってきて、もう今回も本当にうずくまっている時が多かったです。で、寝ても横になっても起きていてもいつでも起きる痛みっていうんですかね。もう特に今回ひどかったのは下っ腹です。下っ腹がものすごく痛くなって、で取っているところだからなのかどうかわからないですけれども、下っ腹の痛みがすごかったです。でも下っ腹を痛いなと思って抱えていると急に背中が痛くなったり、頭が痛くなったり、膝の裏が痛くなったり、こういうふうに点々と瞬間に痛みが移動するので、これが苦しかったです。ロキソニンなどの痛み止めも飲みましたけれども、全く効いてないっていう感じですね。もし飲まなかったらもっとひどかったのかもしれませんけれども、朝昼夜ともう必ず飲むようにしていましたので、痛み止めは飲んでいても効かなかったという感じです。それが本当に痛かったですね。で、その痛みがあって、こう5日、昨日今日ぐらいですかね、そのぐらいには、その時の痛みのぐっと筋肉を収縮させることによって起きる筋肉痛がここ最近出ています。お若い方だと、筋肉の収縮があった翌日には筋肉痛が訪れるということなんですけど、私の場合はやっぱり年なので、遅れて筋肉痛が来ているような状況です。こんなところです。とにかく痛みだけですね。血圧は上がらなかったので、ある意味良かったです。痛みだけという感じですね。で、継続している、症状、副作用の症状としては、味覚障害はあります。味覚障害はもうずっと続いていて、何を食べても全くわからないです。ですから、旅先に行っても美味しいものを見ても味は全くわからないという状況です。で、手足症候群に関しては続いています。で、足の方も、手先の方もですね、もうほとんど変わらない状態です。ただ、タリージェというのを、しびれの薬ですね、それを、倍に増やしていますので、その結果良かった点としては、手先に関しては、温かい状態っていうんですかね、それがちょっと続いていて、冷たくなるとものすごく痛くなるんですけれども、通常でも手が温まってるなっていうのが分かるので、それは良かったかなと思います。ただ足に関しては全く関係なくしびれた状態が続いていますので、冷やしています。熱を持っていますから冷やしています。こんなところですね。で、あと、続けていることとして、バナナ、ヨーグルト、生姜、これは続けています。
で朝ですね、必ずバナナ、ヨーグルト、それに蜂蜜、フルグラ、シナモンを入れて食べています。で、バナナに関してはですね、すぐ割と買ってきて傷みませんか？なので、最近はですねネットで見たら、バナナは冷凍した方が良いということが書いてあったので、今は買ってきたらすぐ輪切りにして、空気に触れないように、ラップして冷凍室に入れています。ポリフェノールというのが冷凍することによって高く上がってくるっていう情報があったんですね。でポリフェノールっていうともう抗酸化作用で皆さんいいということは知っていると思うんですけれども、バナナって赤っぽい色をしていないのでポリフェノールがあるとは私は思っていなかったんですけれども、冷凍することによってポリフェノールが増えるということなので、これは一石二鳥かなと思って買ってきたらすぐに冷凍して食べるようにしています。こんなところです。常温で置いとくとそんなに持たないバナナも冷凍しておくと約1ヶ月も持つということなので、もしバナナで、困っている方がいらっしゃいましたら、冷凍してみるのもいいかもしれないですね。こんなところです。さて、いよいよ昨日起きた出来事をお話ししてみたいと思います。ですね、昨日お風呂に入っていて、いつもと同じようにお風呂に入っていて、それで湯船に浸かっていました。で今回はたまたま夫が、一緒に入っていたんですね。なんで現場を見ていてすぐに起こしてもらえたことが良かったと思うんですけれども、約15分ぐらいお風呂に入って湯船に浸かって、それで、左足先をもちろん出したまま入っているんですけれども、それでもやっぱり、湯船に浸かっていると体が温まって足も温まってくると思ったので、外に出てですね、外に出てか、洗い場に出て、そして、椅子に座って、で左足を洗面器のお水につけていました。で私はいつもそれをやってるんですけど、いつもと同じ工程でそれをやってる間、携帯で、いろんなものを見ようと思って椅子に座ってたわけです。そこまでの意識はあるんですよ。そこまでの意識はありました。ただ次気がついた時には、椅子から落っこちていて、左側をですねバターンとこう倒れるような形で、洗い場の床に体があったんですね。で、夫は湯船に入っていてやはり携帯を見ていたようなんですね。なんで私が、ずり落ちた瞬間は分からなかったそうなんです。ただすごい音がしたんで、この巨体が落ちたのですごい音がしたと思うんですけれども、落ちて、で何かあれ滑ったのかなと思っていたらしいんですが、痛いとも何とも言わなかったのでびっくりして、浴槽から洗い場を見たら私が痛い顔もしていないし痛いとも言わないし何も言わないで横たわっていたっていうことで、あれと思ってびっくりして「ナオミナオミ」って声かけたらしいんですね。でも全然私気がつかなかったんです。で私は横になっていて、真っ暗な世界でなんか夫の声がするな、なんで私を呼んでるんだろうって、その時はもう本当に倒れてるって自覚がないので分からなかったです。で目を開けてみたら痛みとともに自分が浴槽で横になっている姿が分かったわけですね。でも起き上がれなくて、夫が「大丈夫か?」「起き上がれるか?」「大丈夫か?」って「意識あるか?」って一生懸命言ってるんで「うん大丈夫だけど起き上がれない」っていうことで、しばらくその間私が意識が戻るまで、夫は多分20秒から30秒ぐらいあったと思うって言ってるんですね。でもやっと目が覚めて意識が戻ってなんとか起き上がってみたら、この後頭部後からお見せしますけど、もうすごい腫れて血は出てなかったんですけれどもすごい腫れて真っ赤になっていて、で
あちこちですね痛かったです。もうここももう肩ですね、こんな感じに左から落ちたので左肩が今このあざなんですけれども、体肘とかこちら側でもう全部痛いです。で、頭も打っているということで、私が動けない間に、夫が病院に電話をして、抗がん剤治療を受けてますからその病院に電話をして、事情を説明して、そしたら、手術した方の大きな病院の方に行ってくださいということだったので、救急外来に、夫に連れて行ってもらいました。それで、心電図と、超音波ですかね、心臓の超音波と、それから CT 頭の CT を取っていただいて、それでとりあえず今のところ問題ないねということで帰ってきました。で、何が原因かっていうのが全くわからないんですけれども、一つの原因としては、湯船に浸かることによって、体の、血流がすごく良くなって、そして足を冷やすことによってキュッと締まったので血圧が変動したのかもしれないということで、もう一つは、湯船に入っていたことで、多少発汗があったのかもしれないということですね。それも、脱水になったんじゃないかということも原因の一つじゃないかと言われました。あとは、今飲んでいるタリージェという薬、これが、なんていうんですか、クラクラめまいがしたり、突然眠くなったりするんですね。でこれも増やしたことによって顕著にこの1週間私が目を閉じるとすぐ寝てしまうので夫が心配しているぐらいなんですけども、そのような状況があったということ、この3つの中の、どれかなのか総合的に、作用したのかというのがちょっとわからないんですけれども、そんな感じがあって、倒れてしまったんじゃないかということです。通常毎日入っている時間もほとんど同じですから、突然起きたのでちょっとびっくりしました。でお医者さんの方からは湯船に浸かっても全然問題ないけれども、もし何か変だったら今度は、床に少し横になった方がいいかもね、倒れる前にっていうことで言われたので、昔使っている家庭が多かったかもしれませんけど、お風呂の洗い場にこうマットですね、1センチぐらいのこうマットありますよね。それを引いておいて、少しきつかったらそこに横になるっていう形にした方がいいのかもしれませんし、そのクッションがあれば頭がここまで腫れなかったのかなという気もします。ただ昨日の今日で少しだけコブが減ってきたかなとは思いますけれども、今からお見せしたいと思います。で、同時にですね、脱毛に関してもお見せするんですが、脱毛も今現在ですね、眉毛だいぶ薄くなってると思うんですけどね。でまつげももうだいぶもう歯抜けのように抜けています。で鼻毛も陰毛も体毛も全くツルツルになっているところはありません。こんな状況です。さてでは問題の頭を見ていただきたいと思います。こんな感じですね。まず打ってない方の脱毛からです。こちらですね。だいぶ抜けましたよね。もう本当に5回目終わってからも本当だいぶ抜けてると思います。でもまだ頑張って残っていますね。で実際はこちらです。わかりますか？ここわかるかな？どうでしょうか？わかりますか？やった瞬間に撮った映像も写真でこちらに出したいと思いますけれども、もう今こんな感じで痛いです。でも昨日よりいいかなとは自分では思っているんですけれども、まだもう触ると痛いので、帽子で保護しています。でこれに関しては先生に聞いたら1週間ぐらいしたらへこんでくるかなっていうふうに言われたので、この1週間はこの状態がちょっと続くのかなと思います。ただ骨折もしていなかったし、
中のねこのコブができてしまったっていう、中の内出血でしょうけど、それが、落ち着くまで1週間ぐらいかかるということです。で、以前ですねこの頭皮のケアで化粧水をつけている話をしたと思うんですけれども、先生に、化粧水つけて保護してますって言ったら、それでもいいよっていう話を伺って、でただ稀にこう湿疹みたいに赤くこう出てきてしまったら、そしたら、教えてねって、それ用の、頭皮用のスカルプケア用のものがあるらしいんですね。だから、化粧水でもし合わなかったり、何か頭皮がこう炎症したりとかしている場合は、主治医の先生に相談してみるのもいいかもしれません。先生の方がそう言われていたので、私もいつも夫に赤くなってるって一応聞くんですけれども、今のところ化粧水で私の場合問題ないので、言っていませんが、もしそういう炎症があった場合はそれ専用のものがあるということが分かったので、お知らせしたいなと思います。こんなところです。今回はですねちょっと本当自分でもなんでこんなことが起きたのかっていうのが分からないんですけれども、たまたま夫が一緒にいてくれたということ、たまたまといっても割と一緒に入ることも多いんですけれども、ここのところちょっと一緒に入っていなくって、たまたま本当に昨日は、夫が先に一緒に入ろうかと思って来てくれていたので、私が倒れたことに気がついてもらえたっていうことですね。これ気がついてもらえなかったら、お風呂場でずっと横になって意識がない状態が続いていたと思うんで、今回は本当に良かったなというふうに思います。普通のお風呂であっても今までと同じことをしていただけなんですけれども、本当に何が起こるかわからないなと思ったのが今回の出来事でした。とりあえず無事に、今住んでるんですけれども、やはりちょっとまだ痛みもありまして、でちょっとなんかまだ本調子ではないんですけれども、こんなところです。皆さんも湯船に入った時ぜひ気をつけてくださいね。私のようなことがないように十分気をつけて入っていただきたいなというふうに思います。こんなところです。驚かせてしまってごめんなさいね。サムネイルで驚いて、見ていただいた方もいると思うんですけれども、とりあえず、今回は、大事に至らずに済むことができました。こんな感じです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。